最初にですね、まず最初に奥山晴美先生の方から2つのコレステロールのガイドラインがあるんですけど、その違いはどうなのかと、どこが違うんだということで、お話ししていただこうかと思います。だいたい1人20分前後を想定しております。奥山先生、よろしくお願いします。時間をいただきましたので、その時間の中で2つのコレステロールガイドラインの違いについてまとめてみたいと思います。2つといいますのは、1つはもちろん今年出ました先ほどの日本動脈硬化学会のガイドライン2012年版ですけれども、この内容は WHO から出てる内容、それから NIH の一委員会から出てるこのガイドライン、これとほぼ似ておりまして、でそのエッセンスは低ければ低いほど良い、コレステロールは低ければ低いほど良いんだと。でさらにコレステロール仮説に基づいているというのは、動物性脂肪とコレステロールが悪ダメで、それらを減らして植物油を増やせばいいという、そうすると動脈硬化性疾患が予防できるという、それも含めてコレステロール仮説と言ってますが、それに基づくものであります。で私どもは2010年にここの委員会から学会の委員会から長寿のためのコレステロールガイドラインというのを出しまして、で、これはこの低ければ低いほど良いという説を否定して、コレステロールが高いことは長寿の指標であるという、そういう見方のものであります。で最近になりまして、スカンディナビアン・カーディオバスキュラー・ジャーナルという専門誌の論説で、こちらの方は間違っているよ、根拠がないから訃報を出しましょうという、そういう意見がここに出てますので、間接的ではありますけれども、この考え方は私どもと同じ方向だというふうに考えております。それではどういうところが違うかという点ですけれども、まず日本動脈硬化学会は LDL が高いと冠動脈心疾患の発症頻度が高いことは欧米のみならず我が国の疫学調査でも示されている。中性脂肪とか HDL は議論する時間がありませんので、 LDL コレステロールについてお話したいと思いますけれども、こういうふうにもう証明されてるから議論しないよというのが日本動脈硬化学会だと思います。でしかしながら昨年も多分この一部示されたと思うんですけれども、横軸がコレステロールで心疾患発症率を取りますと、確かにコレステロールが高いと心疾患が増えるといういくつかのデータが発表されています。で日本動脈硬化学会はこの日本データ80に基づいて、これをコレステロールは低ければ低いほどいいというふうに言ってると思うんですけれども、それ以外に我が国でも外国にもコレステロールと心疾患はほとんど関係がないというデータもありますし、最近では日本では森口氏の健康診断の結果というのが昨年ぐらい出ましたが、これはむしろ負の相関でコレステロールが高い方が心疾患は少ないよ、こういうデータでございます。でそこで、日本動脈硬化学会はこれらのデータを全て無視している、感情に入れてない、これだけに基づいて、日本データ80に基づいて、あるいは多くの外国のデータを引用しながら、コレステロールは低ければ低いほど良いというふうに言っていると思います。で私どもはこういうふうに調べた集団によって違うのは、この中に含まれる家族性高コレステロール結晶のような遺伝子を持っている人の割合の違いで説明できるよというふうに話をしてますが、日本動脈硬化学会はそういうことには全く触れないということであります。でそれで最初のポイント、低ければ低いほど良い説の根拠は、多くのこの説に合わないデータを無視しておりますので、これはほとんど犯罪的であると
いうふうに考えております。次の点は、コレステロールを低下させると心疾患が予防できるというこの説ですけれども、日本動脈硬化学会はメタアナリシスの結果、LDL コレステロールを 2,30% 下げると CHD が約 30% 減少する、こういうふうに書かれております。でその根拠を尋ねているわけでありますけれども、その背景を考えてみたいと思います。でそれは今お話ししましたスタチンは心臓病を 2,30% 抑えた、LDL コレステロールを 2,30% 下げた、こういう研究は主に1990年代に行われたものであります。でその後企業が中心になって行う臨床試験には多くの問題があることが分かりまして、 EU の方で臨床試験に関する新しい規制が制定されまして、これが発効したのが2004年であります。でその2004年以後、企業と直接利害関係のないグループによって行われた研究は全てスタチン類は LDL コレステロールは下げるけれども心疾患予防には効果がないという結論であります。でこの中で2008年のこのジュピター研究だけは、他の研究で効かなかったロスバスタチンがかなり効いたよという報告ですけれども、この研究はデータのごまかしとか非常識な数値があって信頼できませんということをアメリカ内科医学会誌で議論してます。我々も含めて他のグループも批判してますので、これは私どもは証拠としては採用してません。でそれではこの2004年の以前と後でどれくらい違うかというのを見てみますと、これは、例えばシンバスタチンのコントロール群です。それからシンバスタチン投与後の心疾患発症率とコレステロールの値がこういうふうに書いてあります。矢印の先はスタチン投与の後です。多くの試験が1990年代に行われました多くの試験が非常に心疾患発症予防という意味で有効であることを示しております。で LDL コレステロールが40まで下がれば動脈硬化性疾患心疾患はゼロになるようなそういう数値を出しております。で臨床の場ではこの研究このデータが低ければ低いほど良いという説の根拠として多くのお医者さんたちに使われている。でもこれは2004年以前の古いデータですよ。新しいデータはどうなるかといいますとこれです。2004年以降のスタチンの臨床試験はこのように LDL は下げますけれども効きません。心疾患予防には効果がないということであります。ジュピター研究はここにありますけれども、でそういうわけで、2004年以前と以後はこんなに違いますよ。で日本動脈硬化学会は主に2004年以前のデータを基づいて話をしています。それから稀にはこちらも含めてメタアナリシスという方法で前のよく効いたというデータと効かなかったというデータを合わせてメタアナリシスしてまだ効いてるよっていうそういう話をしておりますが、私どもはこの後のデータに基づいて話を進めているという点で明確に違うというふうに思います。それで日本動脈硬化学会が LDL コレステロールを下げれば心疾患が減少するというのはこれに合わない多くの論文を隠蔽ないしは無視しているので、これもほとんど反対的であるというふうに私は考えております。で次に我々が長寿のためのコレステロールガイドラインを発表したときにすぐ医師会それから日本動脈硬化学会理事長などが声明を出しまして、でコレステロール値が我々はコレステロール値が高いと総脂肪が低いので長寿であるとしたんですが、コレステロールが低いことは短命の指標である。でこれはどちらも
同じように受け入れられるデータだと思うんですけれども、でその原因として各種疾患、肝疾患とかいろんな疾患があるためにコレステロールが低くなっているのであって、でその結果として総死亡率も低いのであるから、薬でコレステロールを低下させた場合は総死亡率を下げる、寿命が延ばすんだというふうに明確に書いてあります。でこの上の方は後で他の演者の方が詳しくお話解析していただくと思いますが、この薬で寿命を延ばすというところを少し見てみたいと思うんですが、これは日本で行われたシンバスタチンについての最初の大規模な介入試験で4万7,000人を6年間治療したわけであります。でここの著者のグループには日本動脈硬化学会の理事長をはじめガイドラインの関係者がずらりと名前を連ねてますので、これは日本動脈硬化学会が中心になった論文であるというふうに受け取っております。で対象者はコレステロールが220から300未満の人です。でスタチンを投与しますとすぐ1週間もあればコレステロール下がりますので、この横軸はグループ分けは投薬中あるいは投薬後のグループ分けです。でそうしますとコレステロールが220から下がるにつれて心疾患も脳血管疾患もがんも増えて総死亡が上がってますよ。で横軸に LDL を取ったものが最近出てますけれども、同じように総死亡率は上がります。でこれは何を意味しているか、決して総死亡率を減らしているわけではない。で他のデータも合わせまして確かに総死亡率はスタチン群で上がってますよということです。それでコレステロール低下作用物質として3種類大きなものがあるんですけれども、黒フィブレート系、フィブラート系は作用機構が違いまして、コレステロールと中性脂肪の両方を下げます。でこれは WHO の大きな臨床試験でがんと総死亡率が上がることが報告されております。かなり前のデータです。コレステロール合成を下げる薬としてはトリパラノールとスタチンがありますけれども、これは1958年60年前後に開発されまして、LDL も下げる心疾患も下げるというので一時大騒ぎしてアメリカの方で使われた薬ですけれども、会社の内部事情といいますか副作用に関するデータが隠されているということがリークされまして、で FDA が調査してこれは取り下げになりました。それで3年かそこらで取り下げになりましたので、この薬が寿命を延ばすか短くするかは分かりませんけれども、この副作用がスタチンと非常によく似てますので、多分同じように寿命を短くするというふうに私は考えております。スタチンは先ほど申しましたように寿命を短くしています。でそういうことから薬によるコレステロールの低下は総死亡率を下げるというふうに書かれてますけれども、その根拠はどれですかということを公開質問状を送って聞いてますけれども、答えは得られてません。で私どもはそういう問題をこの J リットの試験をあたかも新しいガイドラインを支持するような表現されてますので、それはほとんど反対的であるというふうに考えています。私は考えています。次に糖尿病などこういう疾患の場合はこれは心疾患の危険因子であるリスクファクターである。したがってこういう疾患の人はコレステロールを例えば LDL コレステロールを160、一般の場合こういうのがなければ160ですが、それを下げて120にするというのが新しいガイドラインです。糖尿病と言われれば120以下にしましょうというのが新しいガイドラインですけれども、120以下ということになりますと、これはほとんどスタチンを使いなさいということと同じような意味を持っていると思うんですね。でところがアメリカの大規模な
臨床試験が、疫学調査が今年発表されました。これは2012年ですけれども、閉経後の看護師さんを15万名を7年以上追跡して1万人余りの糖尿病の患者が出たんですけれども、その時にスタチンを飲んでる人と飲んでない人比べますと、飲んでる人の方がハザード比が1以上増えてますよ。スタチンを飲むとむしろ糖尿病の発生率が上がりますよということが分かりました。でこれは大規模な研究で、このグループの研究は、多くの論文出してますので、信頼性は非常に高いというふうに私は思っています。でそういうことで、糖尿病の患者に対するスタチンの投与は問題提起されています。それで、コレステロール合成のここのところをスタチンが抑えますから、イソプレニル中間体というこのレベルが下がって、でここから歩酵素とかドリコールとかヘムとかイソペンテニルアデニンといろんなものが、重要なものが作られて重要な役割をしております。それで、コレステロールはこの細胞の形質膜、ミトコンドリアの外膜、角膜などに構成分として使われています。流動性を調節していると考えているんですけれども、それが減ったらどうなるかという問題が出てきます。それからヘムが下がるとすると、ヘモグロビン、ミオグロビンが酸素を運びますけれども、この機能が低下しますとミトコンドリアに到達する酸素のレベルが下がります。で酸素は電子の受容体として働いてますので、これが下がるとフリーラジカルが増えて活性酸素障害が起こる可能性があります。それで ATP 産生がおそらくは障害を受けるでしょう。糖尿病の場合にはケトン体が作られて、これが各組織に運ばれてエネルギー源として使われますけれども、スタチンでここが下がりますよというのも報告があります。でそういうことからスタチンというのは実は非常に多様なといいますか、根本的なミトコンドリアの機能を障害するということが見て取れます。それで、赤血球以外のほとんどの細胞はエネルギー産生にミトコンドリアが重要な役割を果たしてますから、そこが障害を受けると多くの障害を受ける細胞毒、スタチンは細胞毒ということが言えます。でそういうことで、糖尿病に関しましては、日本動脈硬化学会は 40mg 低くコレステロールを設定してスタチン治療への道を開いてますけれども、これは実は間違ってました。そういう間違ってましたということを大至急糖尿病の患者に知らせる必要があるんじゃないでしょうかというふうに考えているわけです。で、時間が取っていると思いますけれども、結論としまして、動脈硬化学会の新しいガイドラインには多くの重要データの隠蔽、無視、解釈の誤りがあり、ほとんど犯罪的です、容認できませんというのが結論です。以上でございます。